こんにちは、ルイカと申します。Excel で一つの情報が複数行で保存されていることはありませんでしょうか？このような状態ですね。人が見て終わりであればこの状態でも問題ないのですが、これをデータ集計しようとすると、ピボットテーブルにもできませんし、データ集計には厳しい状態です。今回はこのように複数行に分かれている情報を1行にする簡単な方法をご紹介いたします。もし複数行のデータを1行ずつコピーして1つにまとめている方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。方法は単純で、複数行に分かれている情報を1行の参照にする、コピーして全行に貼り付ける、並べ替えをしてまとめる、になります。こちらのデータを使ってご説明いたしますが、データはすべて架空のテストデータです。最初にタイトル行を作ります。次に、複数行に分かれている情報を1行の参照にします。複数行に分かれている表の右の方に、各セルを参照するセルを1行で作ります。同じ行は、そのまま同じ行を参照。1つ下の行は、1つ下の行を参照。2つ下の行は、2つ下の行を参照。これで1つ目の情報は1行で表現できるようになりました。この後、並べ替えをするための順番用として、一番先頭に、ロー関数で行番号を入れておきます。この1行の情報をコピーして、全データの分だけ貼り付けますが、この時コピーする行は、1つの情報が3行になっていたら、空白行も含めて3行コピーしてください。次に貼り付けですが、コピーした行の倍数の行数を選択してから貼り付けます。3行コピーした場合は、6行、9行、12行などです。もし元のデータの一つの情報が複数行に分かれていたとしても、規則的に並んでいるのであれば、元のデータの最後と同じ行まで選択すれば大丈夫なはずです。Excel を複数行コピーして貼り付けるとき、コピーした行の倍数の行を選択して貼り付けると、その倍数分だけ貼り付けることができます。逆に、コピーした倍数でない行数を選択して貼り付けると、最初の1セット分しか貼り付けることができません。最後まで貼り付けられたことを確認しましたら、並べ替えをしてデータをまとめますが、その前に、参照の状態を値で貼り付け直します。参照のまま並べ替えをしますと内容が崩れてしまいますので、必ず値で貼り付け直してください。やり方は、参照の列とロー関数の列をすべて選択してコピー、そのまま値で貼り付けるだけです。値で貼り付けたら並べ替えをします。並べ替える範囲を選択しますが、途中に空白行があるため、コントロールプラス A などの一括選択はできません。左上のセルを選択した後、右下のセルをシフトを押しながらクリックするなどで選択してください。選択しましたら、ロー関数を入れていた列で並べ替えをします。並べ替えをしますと、空白の行は最後に追いやられ、データのある行が先頭から連続して並びます。元の行番号順にしていますので、並び順も元のままです。最後にロー関数の列は不要ですので、列ごと削除して完成です。今回は、データだけが連続している状態を例にしましたが、1ページごとに空白がある場合なども同様です。こちらの表は、3つのデータごとに尾行があり、印刷すると、ちょうど1ページに収まるようになっています。このような場合は、1行の範囲をコピーして貼り付けるのではなく、1ページの範囲をコピーして、その倍数の行に貼り付けます。複数行をコピーした場合は、その行の倍数であれば貼り付けることができる、ということを覚えておくと、今回の例に限らず、いろいろ使い道があると思います。人が見ることや印刷することを前提に作られたデータは、データ集計しづらいことが多々あります。しかし今回ご紹介したような簡単な方法で、データ集計用の状態を作ることができますので、もしそのような場面になりましたら、今回の方法を試してみてください。同じ内容をノートでも公開しています。概要欄にリンクがありますので、もしよろしければご覧くださいね。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。